超無国籍モルトビブラート系で白黒のヨーロッパ映画のなんかハマりすぎててよくわからない。軽やかな、はい、滑らかで軽やかな感じが欲しいなと思っております。全世界の民族音楽をここにぶち込んでやろうかな。最初その原作の漫画版を読んだ時にはですね、ずっとギャグ漫画だと思ってたんですね。これはコミカルな曲がずっと必要なんじゃないかなってずっと最初はそういうふうに思ってたんですね。で先を読み進めていくにつれてすごく話がシリアスになってきて、この音楽を書くんだったらやっぱり中世古楽とかその民族音楽みたいなそういったエッセンスが非常にマッチしそうな、アニメになりそうだなっていう印象を受けたんですね。ロールプレイングゲームみたいなその中世、剣と魔法みたいなそういった世界観だったので、僕が一番得意とするところを多分、監督とかは欲しいんだろうなっていうふうには思いましたね。特に23、24のところで、このふわりはこういうふうに書いてあるんですけど、なんとなくこうソロっぽいなんかアドリブ的なイメージでこう書いたんですね。ちょっと民族っぽいなんかこうルーズな感じが出ると。やったじゃないですか。やったじゃないですか。来たいただきます。やっぱり今回の作品って結構難しい題材ではあったと思うんですけど、音楽性の幅だったり、使える楽器の数だったり、あとはやっぱりオーケストレーションがすごいいいなとは思ってたので、自分の中でも三田さんにしか選択肢がなかったっていう感じでして、ダンジョン飯ってこう人種だったり文化だったりっていうのかなり入り混じった作品ではあったので、逆に現代のこう国だったり地域だったりなんか想定させるような曲作りではなくて、実際に三田さんがその中で、中世工学の楽器を使うっていうアイデアだったりっていうのをいただけて、本当になんか唯一無二の劇版が出来上がったんじゃないかなっていうふうには思ってます。どっかの地名に当てはめちゃうとそれはそれでなんかダンジョン飯の世界を壊してしまうなっていう思いがあったんですね。どっかの国の音階みたいなのも一切使わなかったですし、例えばそのアイルランドだとその笛のなんか拳みたいなのがアイルランドっぽかったりするんですけど、そういうのも極力使わずにあんまり特定できない国を特定できないような音楽を作りたいと思ってました。めちゃめちゃイケてるじゃないですか。今はね、奇跡的に全部。なんでいや正直もうこれでいいっちゃいいんですけど装飾をつけるとね、こんな感じになるんですよ。いい感じですね。音域は狭いし、音量もそんなにダイナミクスは使わない。でそうやって限られてるように思われるけれども、当時使われていた楽器は当時の音楽を演奏するためには一番ふさわしい楽器なんですね。現代のどのモダン楽器でも出せない音色雰囲気があるんですね。三田さんの、録音にはもうすごい昔から参加させていただいてて、いろんな音楽の要素を楽曲の中に取り入れながら古楽器に合うような曲も作っていただいて。中世工学の楽器って実は意外にひょうきんだったりするんですよ。音色が原始的な楽器が多いので、悲しいフレーズを工学の楽器で演奏してもですね、意外に滑稽に聞こえたりとかする、そのシーン当てるシーンによって結構
音色が独特なのでどうとでも捉えられるような楽曲を作れるんで、あんまり僕も経験したことがない楽曲がたくさんできたんじゃないかなと。はい、いいんじゃないでしょうか。いただきました。ありがとうございました。その参考曲とかっていうものがこの作品は全くないなと思いまして、ないんですよね。どう探してもやっぱないなと思いましてででないことを手探りでこう一生懸命こう探っていくことが大事なのかなというところをご理解いただけませんでしょうかというのをなんか最初に謝ったような気がしますね。このダンジョン飯の世界観ならこういう音楽なんだろうっていうふうに、想像しながら作っていた感じがありましたので、やっぱり相当難しかったですね。ですよね。で文章で、吉田さんの文章でこういうシーンで使われるっていうふうに書かれているんですけど、これが果たしてどのぐらいのテンポ感で、どのぐらいのこう大きさでっていうのが、それも紐解きながら漫画を読みつつみたいないろいろ考えながらやってたんで。ただダンジョン飯のテーマに関しては、なんかもうふっとスッときましたね。全体像がやっぱり表現する一曲って考えた時に、なんかこれしかないかなっていうふうに、作品全体をイメージ作るそのテーマ曲をですね、まず最初に書くんですけれども、絵柄、キャラクターのしゃべり口調とか、なんかその細かいところから何かニュアンスがこう汲み取れるんでしょうね。なんかメインテーマのタタタタっていうそのフレーズが出た瞬間にダンジョン飯だってなんか僕の中では感じちゃったんですよね。でそれがふとなんか頭の中で浮かんで曲ができたっていうか、自分でもよく分かんないですね。どうやって作ってるんだろう。最初に M50 からスタートちょっとさせていただいて、これが一番ちょっと音量が大きいので、はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。レコーディングのディレクションって不思議なもので、演奏者の方に例えばそのシチュエーションを説明するだけで音色が変わったりとかするんですね。こういうシーンなんだよっていう話を極力させていただいて、とにかくエモーショナルな音楽にしたいというふうに思ってたので、結構感情を込めて演奏していただいたのかなと思いますね。だからレコーディングの時はそこをすごく重要視して、僕はディレクションをしますし、スタジオワークをしているっていう感じですかね。この曲はですね、使ってはいけない禁断の黒魔術をどうしても妹を助けたいということで使ってしまう。なのですごい怖い部分とですね、その悲壮感っていうのがすごい非常に重要な曲になってまして、そうですね、ラテン系に持っていくかもうちょっとジャック的にするか。はい、雰囲気もバッチリです。なんかもっとアバンギャルドなことやっていただいてももう一パターン、なんか点2部タタタタタタタみたいなの、なんかディレイっぽくかっこいいですね。僕の場合だいたい60% ぐらいの確率でデモを作っておいて、あと 40% はスタジオで作り上げていくっていうことが多いですかね。なのでフレーズも当然ながらそのスタジオで変更したりしますし、演奏者の方がなんかこう練習中にポロッと弾いたフレーズがすごいかっこよかったりとかすると、今のすごいかっこいいんでそれ入れたいですねとか、常にそのレコーディングの時に集中しつつ、演奏者が遊びで弾いてるものすらなんかいただいちゃうっていう、そういうことが結構多かったりしますね。
もう一回撮ります。いいんじゃない？曲を書いてる時に、ここにこういう音があるといいなとか、実はもう頭の中に実はあるんですけど、打ち込みの時にもう音が入ってないですし、譜面にも表記されてない、僕の頭の中だけにあるそのパーカッションっていうのは結構レコーディングであったりします。実はある程度はもう僕の頭の中で鳴っている音を取ってるだけっていう感じですかね。まずその曲のポテンシャルが異常に高かったので、その使いどころを実は1分半ある曲を30秒とか20秒とかで聴かせて終わらせなければいけないという構成が絵の方であったので、そこは異常に頭を悩ませつつ、ただその楽器でステムもたくさんいただいたので、ドラムだけでまずそのイントロの部分でギャグのところを補填しながら、シリアスに持っていくみたいなことをやらせてもらったり。そうなんですね。今回やっぱり展開が早いんで、アニメがどうしてもやっぱり曲も結構8小節単位でどんどん切り替わっていくみたいな、例えば悲しい曲の中でどれだけのそのバリエーションを出せるかみたいなのが結構難しい作品だったなっていうのはありますよね。ステムの使い方がもう尋常じゃないんだこれは相当練られて作ってるんだろうなっていうのがもう1話目でもうそれを感じましたね。ゲームのサウンドトラックにしろ、そのアニメ、ドラマいろいろやってきましたけど、やっぱり大事なのはその作品にその印象に残る音楽を作るっていうことが劇版にとって非常に大事だと思ってるんですね。例えばそのインディ・ジョーンズだとテーマ曲を聴けばもうインディ・ジョーンズだねとか、スター・ウォーズだったら皆さん誰もが知ってますよね。印象に残る音楽っていうのが僕にとってその劇版で一番重要な、ポイントなのかなって思います。はい、ありがとうございます。バッチリだと思います。いただきました。以上かな。では以上でいいですかね。なりますかね。ありがとうございました。お疲れ様でした。終了。全部取った。お疲れ様でした。